自分が自分の都合で行動しても嫌われるわけではないんです。自分を犠牲にして尽くさなければ愛されないというわけではないんです。相手の自分勝手な要求を断っても何も起きないんです。傷ついた時に抗議をしても受け入れてもらえるんです。誰かに嫌われたとしても受け入れてくれる人もいるんです。グループの中で話さなくても別に大変なことになるわけではないんです。常に笑顔でいなくてもいいんです。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。電子書籍を読んで生きやすくなりましたと言ってくださる方々も多いです。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルト・チルドレンは人間関係に問題を抱えます。社会は人が集まって暮らしているので、ぶつかっても仕方がないケースもありますが、アダルト・チルドレンはぶつからないでいい場面でぶつかったり、ぶつかってないのにぶつかっていると感じて問題を自ら作ってしまいます。例えば誤解です。勝手に相手はこう思っているだろうと誤解してぶつかっています。相手はそのように思っていないのにです。完全に一人相撲です。この誤解を直すだけで人間関係のトラブルはだいぶ減ります。また、誤解で世界を怖いところだと思っています。誤解がなくなるだけで世界は怖くなくなってきます。だいぶ生きやすくなります。今日はアダルト・チルドレンがしている誤解について話します。まず、誤解が起きる理由を知って、自分が誤解をしていると気づいたら、誤解を起こさないようにする方法が見えてきます。そのような順番で話していきます。では、アダルト・チルドレンが誤解が多い理由ですが、いくつかあります。一つ目は、人は小さい頃にそばにいた人をモデルに、人間とはこうだという人間観を作ります。多くのアダルト・チルドレンは、愛を持っていない親に育てられているので、人間全体を悪くイメージしているのです。例えば、心が未成熟の親ほど、子供の欲求は一切無視して、自分の欲求のままに、ああしなさい、こうしなさいと子供に激しく要求し、力で従わせます。このような親のもとで育った人は、周りから何かを要求されていなくても要求されているように感じてしまいます。そこで、人の役に立たないと嫌われると誤解していることがあります。二つ目は、人は自分が感じていることを通して周りの刺激を受け取ります。例えば、アダルト・チルドレンは自己評価が低いですが、その低い自己評価を通して周りの言動を受け取るので、周りは自分を低く評価していると感じてしまうのです。同じように、自分を嫌いな人はそれを通して世界を感じるので、ありのままの自分は相手に不快感を与えると感じてしまいます。あるいは、あれもしなきゃ、これもしなきゃ、あれもできるようにならなきゃ、これもできるようにならなきゃと、自分が自分に高い要求をしていると、相手が自分に高い要求をしているように感じたりします。3つ目は、心をいじくっている問題です。アダルト・チルドレンは、まともでは生きてこられない環境だったので、認めたくないことを無意識に追いやったりなど、
心をいじくっているのです。心をいじくっていると、どこかに問題が出ます。例えば、認めたくないことを隠していれば相手に投影します。認めたくないことを相手に投影していれば誤解は避けられません。例を出してみましょう。自分は自己中心的でわがままだとします。自分のことしか考えていないとします。でも、そのようなことは認めたくないので、自分にも周りにも隠していると、相手が自己中心的でわがままだと感じます。このような人は誰かに、あなたはわがままだと言われたら、それはお前だろうと逆ギレすることになります。もちろん嘘をついているのではなく、本人は本当に相手が自己中心的でわがままだとしか思えないのです。なので、このような人はよく、優しい人と出会ったことがないと言います。本気でそう思っています。4つ目は、心が育っていない問題です。心が育っていないので、自分視点だけで、相手視点がないので、人の気持ちがわからないのです。こうなると誤解は増えます。例えば、心が未成熟の人はよく、これをすればこれをしてくれるだろう。これをすれば感謝されるだろう。これをすれば喜ばれるだろう。これをあげればこれをしてくれるはずだ。などと感じますが、このような人は自己中心的なので、相手が喜ぶことをしているのではなく、見返りを得るために何かをしています。これだと期待している見返りが返ってこないことが多いです。そこで怒りを感じるのです。これなんかも完全に一人の世界で生きています。相手を見ていないので誤解だらけです。5つ目は、満たされていない欲求があるので、不安や恐怖が強くなっている問題です。不安や恐怖が強いと、人はよく誤解をします。例えば、愛情欲求が満たされていない人は、相手に好かれることが異常に重要になります。重要になりすぎます。相手に嫌われると、普通の人とは比べ物にならないほどのダメージを受けます。相手に愛されることが重要であればあるほど、相手に嫌われることに不安と恐怖を感じます。そして不安と恐怖が強ければ強いほど、こうなったらどうしよう、こうなったらこうなるに違いないと悪いことばかり想像します。こうなると、相手の何気ない言動まで自分に対する拒絶だと感じてしまうのです。では、アダルト・チルドレンはどのような誤解をしやすいのか考えてみましょう。多いのは、嫌と言ってはいけない病です。体調が悪いとか、他に用事があるとか、金銭的に余裕がないとか、何か正当な理由がないと断ってはいけないと誤解している人がいます。親に力で道具のように利用されてきた人などは、嫌なら別に理由がなくても、嫌なので嫌ですと言っていいということがどうしてもわからないんです。もちろん仕事などのように言えない場面もあります。でも、不当に相手の要求を押し付けられている時や、利用されている時や、相手がダメ元でお願いしている時などは、嫌なので嫌ですでいいんです。他にも、自分は愛されないと思い込んでいる人は、相手に好きだと言われても、この人は私を利用しようとしているとか、
この人は本当の私をまだ分かっていない。本当の私が分かったら離れていくだろうのように誤解しやすいです。そしてこのように誤解すると、せっかく愛されていたのにその関係をこじらすことになります。つまり自分の誤解で関係をこじらせているのです。それなのに自分が愛されない存在だから愛されなかったとさらに誤解を強めます。多くのアダルトチルドレンは完璧じゃないと愛されないと誤解しています。心理的に健康な人が人を好きになるときは、容姿や性格や言動や経済力や何もかも完璧だから好きになるのではなくて、好きになったから好きになるんです。でも愛されて育っていない人は、どんなに頑張っても愛されなかったのだから、完璧じゃないと愛されないと無意識のどこかに刻み込んでしまっているんです。またこういう誤解もあります。配偶者や恋人はひどい人だと、配偶者や恋人の愛情のなさにものすごい不満を感じているけど、実は親に対する不満を配偶者や恋人に転移しているという人も多いです。次は自己否定が強い人などのありがちな誤解の例を出してみましょう。自分は新人で、自分の他にもう一人新人がいるとします。愛されずに育った人は受け入れられることが決定的に大事なので、一生懸命研修して自分の方がもう一人の新人よりちょっとだけ仕事ができるようになったとします。そんな時に先輩社員がもう一人の新人に気を使って、今はできなくてもすぐにできるようになるよ。あなたは向いていると思うよ。と言ったとします。自己否定をしている人は、その自己否定を通して世界を感じるので、このようなことで誤解をします。先輩社員はもう一人の社員に気を使っただけであって、別に自分が嫌われているわけではありません。でも、自分は嫌われているんだ。だからもう一人の方を応援しているんだ。という誤解が起こるかもしれません。こうなると、身構えたり、やる気を失ったり、密かな敵意を抱いたり、間違った反応へとつながります。他にも、親に雑に扱われていた人などが誰かと待ち合わせをしたとします。その待ち合わせ相手が遅れてきたとします。急用が入って仕方がなかったのです。それを、あの人は相手が私だから遅刻してもいいと思ったんだ。私だから軽く扱われたんだ。と誤解する人もいます。このような人は褒められても、あの人は私を丸め込もうと褒めているんだと誤解しがちです。親が自分にしたことを周りの人がすると思うのは間違いです。でも、親に雑に扱われていた人はすぐに他人に雑に扱われたと感じやすいです。そしてその心理的なからくりには気づいていないことが多いです。他にもアダルトチルドレンがするこのように言動すればこうなるだろうという予測は間違っていることも多いです。間違っているかもしれないということを頭の隅に入れておきましょう。ありのままの自分を愛されて育った人は、普通他人に反対意見を言われても、それを自分への激しい拒絶とは感じません。でも小さい頃から
ありのままの自分を拒絶されて育っているような人は、単なる反対意見を激しい拒絶と感じてしまいがちです。アダルト・チルドレンの世界は、このように誤解の多い世界です。誤解に次ぐ誤解で、世界を怖いところと感じています。実際の世界が怖いのではなくて、自分が誤解しまくっているのです。例えば、自分が新入社員だとします。周りの社員を味方と感じているなら、仕事はめんどくさくても怖くはありません。周りの社員を敵だと思えば、仕事に行くのが不安で恐怖です。アダルト・チルドレンは、恐怖ではない世界を恐怖と感じ、辛辣ではない世界を辛辣と感じ、青い世界を黒いと感じています。少しずつ正しく見れるようにしていきましょう。まず自分は誤解していた、誤解している、誤解しやすいと気づかないと始まりません。そこに気づいたら、人は完璧だから愛される、何かで成功したから愛されるという思い込みがないかも検討してみてください。人間は完璧に強い存在ではないので、失敗もするし、落ち込むこともあるし、甘えてしまうこともあります。それでも受け入れ合っている人たちもいます。アダルト・チルドレンはそういう経験がないまま生きてきたんです。だから自分は信じられないのかもしれないと考えることで突破口につながることがあります。信じられないかもしれないけど、人間は自分が自分の都合で行動しても嫌われるわけではないんです。自分を犠牲にして尽くさなければ愛されないというわけではないんです。相手の自分勝手な要求を断っても何も起きないんです。傷ついた時に抗議をしても受け入れてもらえるんです。誰かに嫌われたとしても受け入れてくれる人もいるんです。グループの中で話さなくても別に大変なことになるわけではないんです。常に笑顔でいなくてもいいんです。誤解ができてしまったのは人生の最初の頃に逆の体験がなかったからです。誤解を解くには逆の体験をすることも必要ですが、逆の体験をすればいいというわけではありません。実際には多くのアダルト・チルドレンは逆の体験もしていると思います。ただ、それを信じられないんです。信じられなければ体験していないのと同じです。現実通りに感じられるようになるためには、ありのままの自分を認めてくれる人のそばに行くと早いです。そしてもう一つ大事なのは、そのありのままの自分を受け入れてくれた体験を、これには何か裏があるなどと歪んだ認知で憶測せずに、相手の優しさをそのまま感じ取ることが必要です。では、ポイントを振り返ります。アダルト・チルドレンは、心が未成熟な親をモデルに、人間とはこうだという人間観を作っていたり、心に問題を抱えていたり、不安や恐怖があったり、認知の歪みがあるので、誤解が多いです。その誤解で人間関係を壊していたり、怖い世界にしています。生きづらい世界にしています。誤解が多いことも問題ですが、さらに問題なのは、自分が誤解していると気づいていないことです。気づいていない間は直しようがありません。直せないということは、ただ治らないだけではなくて、悪化するということです。例えば、自分は誰からも好かれないと誤解しているとします。そう思っていれば、
傷つかないように自分から人を遠ざけます。そこで本当に誰からも愛されなくなってしまいます。こうなれば誤解なのに、ほら、やっぱり誰からも好かれないと誤解を強めてしまいます。年を取れば取るほど自分は誰からも好かれないという思いを強くしていきます。ありのままの自分で生きていても自分は好かれると思っている人と、ありのままの自分を出したら自分は拒絶されると信じている人とがいます。簡単に言ってしまうと、小さい頃にありのままの自分が親に受け入れられたか受け入れられなかったかということです。これは秘宝かもしれないけど朗報でもあります。つまりこうなってしまったけどそういうことだったのかということです。そういうことだったのかと気づけば誤解しないように正しく解釈する練習をすればいいのです。小さい頃にありのままの自分を受け入れてもらえなかったということが問題なのであれば、受け入れてもらっていればこうは感じていなかったんだと理解して徐々に腑に落としていけばいいんです。腑に落とせるようにありのままの自分を少しでも受け入れてくれるような人のそばに行けばいいということです。誤解が起きる原因はありのままの自分を受け入れてもらえなかったこと一つだけではありません。なので自分が心に抱えている問題をクリアしていくことや心を成長させていくことも必要ですが、一つずつクリアしていけば出口はあるということです。出口はあるので出口に向かって歩いていけばいいのです。そのためにはまずトンネルに入っていることに気づくことです。トンネルに入っていることにさえ気づかずに、ただ真っ暗になっているだけの人が多いです。トンネルに入っていることに気づくとは、ここでは誤解していることに気づくということです。自分があらゆることを誤解していると気づいたら、これからは自分のこうに違いないという感じ方をもしかしたら間違っているかもしれないと疑ってみましょう。それができるようになると現実に近づけます。人は現実を信じる生き物ではないんです。自分が信じていることを信じる生き物なんです。アダルトチルドレンはよく他人がどう思うか先取りして怯えますが、それが現実とは限らないということです。むしろ現実ではないと思っていた方がいいかもしれません。そして現実通りに見れるようになると、アダルトチルドレンは自分が思っているほど嫌われていないし、自分が思っているほど迷惑じゃないし、自分が思っているほど邪魔な存在ではないし、この世界は自分が思っているほど辛辣な世界ではないし、自分が思っているほど怖い世界でもありません。その証拠を探してみてください。また、アダルトチルドレンは、ありのままの自分ではダメだと誤解しているので、ふりをして生きている人が多いです。ふりをして生きるのは、現実を誤解しているからです。誤解していると悪化します。アダルトチルドレンはありのままの本当の自分で生きようという動画も参考にしてください。ふりをするのはおかしいと気づける動画になっています。アダルトチルドレンにとってはとても大切な内容を話しましたので、興味のある方はそちらもご覧になってください。今後もアダルトチルドレンが生きやすくなるための情報を配信していきますので、応援してくださる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。
では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。